宮崎監督はサンとアシタカの後日談についてインタビューで答えており、その後のアシタカにいかに困難が待ち受けているかを語っている。物語のラストでは、アシタカは好きだ、でも人間を許すことはできない、それでもいい、サンは森で、私はタタラバで暮らそう、共に生きよう、会いに行くよ、ヤックルに乗ってと二人の会話は締めくくられるが、宮崎監督の頭の中にはその後の二人の物語も明確にイメージがあるようで、もののけ姫はこうして生まれたのインタビューで、アシタカの今後について、これからタタラバとサンの間に入って切り刻まれながら生きるしかない、ここで生きていくって決めると、そうするとタタラバの方は木を500本切りたいって言うでしょう。でサンの方に行って、ちょっと木を切んなきゃいけないんだけどって言うと、ビビビって刺されてね、じゃあ250本でって生きるってそういうことですよねと語っている。蝦夷市の村を出て以降のアシタカの苦難はその後もずっと続いていくようです。ヤックルはアシタカの相棒で、架空の偶蹄類、設定では今は絶滅したアカシシと呼ばれるオオカモシカとなっている。ヤックルの性別は不明だが、アシタカにとても懐き、常に行動を共にする愛らしい態度や可愛い尻尾に魅了されたファンからは、本作の隠れヒロインとの声も、ヤックルの尻に矢が刺さったシーンはファンの間でも強く印象に残っており、アシタカからすまない、ここで待っててくれ、必ず戻ると言われてもけなげについてこようとする姿に多くの観客が胸を締め付けられた。呪術廻戦はかり金次も、こんなにへこんだのはヤックルの尻に矢がぶっ刺さった時以来だよと言ってへこんでいた。ちなみに宮崎監督の絵物語シナの旅にも登場しており、個体の愛称ではなく動物の種類名がヤックルとなっている。モロの子は人魚を介する2頭の白いオスの山犬の兄弟で、共に作中で名は呼ばれないので不明。サンとは共に育ち、深い絆で結ばれており、相手が誰であろうと常にサンを守ろうとする。アシタカにそなたは美しいと言われ、ひどく動揺した場面では、どうしたサン、俺が噛み砕いてやろうかと言い心配し、少女にサンが、わしら死ぬ、山犬の姫、平気、人間だからと言われ、サンが傷ついた際には、無礼な猿め、その首噛み砕いてやると怒りをあらわにした。またタタラバを襲う前の場面では、モロの子がサンに何やら泣いているように見える場面だが、絵コンテによるとやっぱりやめようよとあり、サンを心配していることがわかる。ちなみにモロの君もモロの子もサンとアシタカ以外の人間と会話をしている場面がなく、口の動きとセリフも合っていないため、サンとアシタカ以外の人間には動物の鳴き声としか聞こえていないことが示唆されている。少女は中国や日本に古くから伝わる架空の動物で、オランウータンのアメイでもある。作中では夜ごと崩された斜面に集まり、森を取り戻すため木を植えようとするが、植えても植えても森を破壊し続ける。人間を憎んでいる。本来は森の賢者とも謳われるほどに知能も高く尊い存在であったが、自然を奪い続ける人間たちの前になす術を失い、人間を倒す知恵を得るために人間を食べようと考え、サンに重傷を負ったアシタカを渡すよう要求する。ちなみに日本古来の伝承における少女は全身赤れで人魚を介し酒が大好きという設定で、少女馬への語源は少女のように酒に群がるハエの意味。声優は俳優の名古屋明さんで、同作品の大イノシシと牛飼いの頭も演じる。ジバシーは自己棒に雇われた通常の狩人よりも山野の知識に長けた者たちで、物のけに人と見破られないよう獣の生皮をかぶったり、その血を顔に塗るなど特殊な術を使う。自己棒の部下であるカラカサレンとは異なり、特定の主人を持たずにある条件の下で雇われた一種の傭兵のような立場となる。乙事主を追って地走りが森に入った場面では、少女たちがサンにお前たち破滅連れてきた、生き物でも人間でもないもの連れてきたと憤っており、そこでは地走りが乙事主の手下たちの皮を剥ぎ頭からかぶっている姿が描かれ、自己棒ですら地走りの技だ、おぞましいものよと語っている。また手負いとなった乙事主を地走りが追うシーンでは、絵コンテには人の走りと同じ速力で地にへばりつくように走っていると書き込まれており、これが地走りの名前の由来とも